皆さんこんにちは、とこママ情報局です。ですね、こちら熊本阿蘇です。はい、毎年ですね、主人の、実家がある九州に帰省するんですけれども、今日はその実家のある福岡から、阿蘇の方に、ドライブしてまいりました。今日は阿蘇の素晴らしい景色をたっぷりとお伝えしようと思います。九州中央部熊本県阿蘇地方に位置する阿蘇山。世界でも有数の大型カルデラと雄大な外輪山を持つ活火山です。火の国熊本県のシンボル的な存在として知られて、現在も活発な火山活動を続けています。外輪山の内側を中心として阿蘇九十国立公園に指定されており、南北25キロ東西18キロのカルデラの内側には田畑が開け、国道鉄道が通り、花崗原には約5万人が生活しています。雄大な阿蘇の周囲では牛や馬を放牧する風景があちらこちらで見られます。2014年にはユネスコの世界ジオパークに登録され、阿蘇火山と人々の生活について学ぶことができます。さて、それではいよいよ阿蘇のカルデラが一望できる一番ポピュラーなスポット、大観峰に行ってみましょう。駐車場から10分ほど緩やかな坂を登ると、大観峰のてっぺんに到着です。わー、すごい。わー、見てください、この景色。わー、阿蘇山の、カルデラの内側が一望ですね。ぐるーっとこれが外輪山になっていて、この大観峰が一番この外輪山の中で高いところにあります。標高は約935メートル。カルデラの様子と阿蘇五岳を一望できる絶好のビュースポットです。大観峰の一番先っぽまで来ました。いやー、すごいですね、本当に。このカルデラ、その向こう外輪山、一番高いのが高岳、そしてその横にちょっと雲で隠れてますけど中岳。ここから見る阿蘇五岳はお釈迦様の寝姿に見えることから涅槃像と呼ばれています。確かにお釈迦様が仰向けになっているお姿に見えますよね。さて、次に向かうのは今も噴煙を上げている中岳。大観峰からは一旦カルデラの内側に降りて阿蘇五岳へと向かいます。さて、この阿蘇山、木が生えてなくて一面草原が広がっています。標高がそれほど高いわけではないのに不思議だと思っていました。実は何百年もの間、人々が野焼きを行って人工的に作ってきたものなんです。野焼きによってダニなどの人畜に有害な虫を駆除するとともに、牛馬の餌の草を育てています。草原の美しさは野焼きによって保たれていたんですね。次第に山が緑の草原から茶色い土になってきました。噴煙らしきものも見えます。火口へと向かう途中にこんなゲートを通ります。喘息の人、気管支に疾患のある人、心臓が悪い人、ガスの濃度が高いためこれらの人は火口見学はできません。なんだか物々しい雰囲気になってきました。火口見学ができるゾーンはいくつかあって、状況に応じて立ち入りが制限されます。ゲートを通過して着いたのはこちら、去年できたばかりの避難所を兼ねた休憩所です。ここからは歩いて第一火口へと向かいます。火口の状態によっては見学ができないこともあるみたいです。さて、今日はどうでしょうか。噴煙が
上がっています。すごい。わあ、何赤いランプが点灯しているけども、大変危険なので避難してください。今これがピロピロ。赤じゃん大変危険なので避難してくださいになってる今。すごいね。こっちは行ける。はい、行ってきます。わあ、河口見たかったね。まだまだのんきな私。ここは入れなかったけど、この段階ではまだ一番奥の展望台には上がれると思っています。残念ながら今日は大変危険レベルに達しているため、河口まで行って覗くことはできないみたいです。でもね、ちょっとね、高いところまで登っていける場所があるので、そっちからだったら少し見えるんじゃないかなと思うので、あっちの方まで行ってみます。なんかやっぱり本当危険性があるっていうことが伝わってくるような、そんな雰囲気ですね。 D ゾーン。10分前ぐらいまでは入れたんだけど、今阿蘇火山防災会議協議会からお知らせします。ただいま D ゾーン展望所の火山ガス濃度が著しく低くなり、人体に危険な状況となりましたので、河口監視員の指示に従い、早急に避難してください。早急に避難して。阿蘇山環境整備局と알려드립니다。현재ここもダメ。あそこまで、あっちまで行きたかったんですけど、なんかガスの濃度がすごく濃くなっているため、今立ち入りが禁止されました。防災会議協議会からお知らせします。ただいま D ゾーン展望所の火山ガス濃度が著しく濃くなり、人体に危険な状況となりましたので、河口監視員の指示に従い早急に避難してください。现在广播阿苏火山防灾会议协会的通知，现在地区域内因火山爆发产生的有毒气体的浓度已明显升高，会对人体产生危害，请按照火山口监视员的指示迅速避難。阿蘇火山防災会議協議会からお知らせします。ただいま D ゾーン展望所の火山ガス濃度が著しく濃くなり、人体に危険な状況となりましたので、ちょっとむせるような。河口監視員の指示に従い早急に避難してください。 D ゾーンまで行ってた人たちがみんな今避難してきています。ちょっとね、あっちまで行けなかったのは残念ですけど、ちょっと緊迫感が結構伝わってきますね。阿蘇火山防災会議協議会からお知らせします。このように避難小屋のようなものがたくさんあるのがね、本当に避難が必要な状況があり得るっていうことを物語っていますよね。早急に避難してください。確かにちょっとむせる感じがする。ということで施設の中へと避難しました。ここが避難所になっています。なんかこの避難所は結構綺麗なお手洗いもあって快適な避難所、休憩所になっていますね。中では阿蘇中岳の火口を紹介する映像も流れていたので、それを見てしばらく過ごしました。直径600メートル、深さ130メートル、周囲4キロの巨大な噴火口では、激しく白い噴煙を上げる様子やダイナミックな風景を間近で見ることができます。
実は今年の7月には噴火警戒レベルがレベル2からレベル1に下がったので、それまで禁止されていた火口見学も再開されたばかりだったんです。迫力ある火口を間近で見てみたかったのですが、私たちが到着してすぐに展望台への立ち入り禁止、避難となってしまいました。今も活発に活動し、いつ大規模噴火が起こるかわからないという阿蘇山のリアルな様子を目の当たりにすることができました。ではどうしてそれほどまでに火口が見たかったのかといいますと、阿蘇山頂の火口湯だまりは古より神霊池と呼ばれ、阿蘇神のご神体とされてきたんです。麓には阿蘇神社下宮があります。下宮はカルデラの中に鎮座しており、神武天皇の孫神で阿蘇を開拓した武岩積の命をはじめ、家族神十二神を祀り、2000年以上の歴史を有する大変古いお社です。それがいつしか阿蘇山火口をご神体とする火山信仰と融合し、肥後の国の一宮として崇敬を集めてきました。全国に500社ある阿蘇神社の総本社です。噴火により立ち上る黒煙は竜に例えられ、火口は信仰の対象とされてきました。そして火口にたまった湯だまりには神が宿るとされ、阿蘇大明神の神池と呼ばれ信仰されてきました。6月上旬には活動の平穏を願って毎年火口鎮祭が行われています。平成28年4月に発生した熊本地震では、下宮の御社殿なども倒壊し、大きな被害を受けました。しかし多くの人々の力により復興が進み、去年には国の重要文化財である楼門も7年8ヶ月ぶりに復旧を果たしました。今回その麓の下宮である阿蘇神社には立ち寄ることができませんでしたが、ご神体とされる火口、そこに宿る阿蘇の神様にお近くで参拝させていただくことができました。火山の噴火や地震の脅威にさらされている日々、肥後の国の守り神阿蘇大明神と山となり人々を救ってくださる阿蘇のお釈迦様に祈りを捧げてまいりました。火口を後にし山を下っていると、放牧されている馬たちに出会いました。人間にも慣れているみたいです。野焼きによってもたらされる新鮮な草をもりもり食べていました。さてそろそろお腹も空いたところ、人気のお店へと向かっているのですが、不安になるほどの細い山道を進んでいきます。ポツンと一軒家的な感じなんでしょうか。ようやく建物が見えてきました。道では全然他の車には出会わなかったのに、着いてみるとなんと駐車場いっぱいです。上の駐車場は満車で、少し降りたところの駐車場もたくさん車が止まっていました。青空と山の緑をバックに佇む赤い瓦のこちらのお店は、石窯で焼き上げる本格ピザが人気のピッツェリアトレパッソ。福岡や熊本の有名イタリアンで修行したシェフが3兄弟で営むアットホームのお店ですが、ミシュランガイド熊本大分版にも認定登録されたすごいお店なんです。その人気の理由の一つがこのテラスからの絶景。目の前には雄大な阿蘇の山々。こんな景色を眺められるお店ってなかなかないですよね。山好きの私としてはもうここは楽園です。さあそしてこのお店ご自慢のピザとは。厨房で作業中のところ撮影させていただきました。職人の技で噂のピザが作られていきます。その日の湿度や温度、天候で材料など調整しているそうなんです。水牛のモッツァレラチーズがこれでもかっていうほどたっぷり。これは絶対に美味しいに決まっています。いよいよ本場イタリアから取り寄せたご自慢の石窯の中へ。
遠くから撮影したらもっと近くで撮影していいですよと言ってくださったり、とっても親切。ありがとうございます。さあマルゲリータがこちら。見てください、このこんがり焼けた生地とたっぷりのモッツァレラチーズ、美味しそうですよね。それではいただきます。熱々。もう文句なしに香ばしくカリッとしていて、とってもうまみのある生地。このモッツァレラチーズもなんだかちょっと一味違うんですよね。それが癖になる美味しさ。定番のマルゲリータですけれども、他とは全然違う本当に美味しいピザでした。実は一番人気のクワトロフォルマッジオも注文していただいたのですが、あまりにも美味しそうでささっと食べてしまって撮影できませんでした。すみません。本当に美味しかったです。実はピザは数量制限があって、ピザばかりたくさん注文することはできないのですが、他にもパスタもとっても充実していて、こちらのボロネーゼもとっても美味しかったです。こちらはカルボナーラ。やっぱり他のカルボナーラとは全然違うんですよね。そもそも卵とかクリームとか材料が違うんでしょうか。旨味がとっても強くて美味しかったです。最後にデザートでティラミスもいただきました。こちらは意外とさっぱりしているんですが、濃厚なピザやパスタをいただいた後だったので、そのさっぱり感がちょうど良かったんです。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。阿蘇に来たらこれからも必ず寄りたい、そんなお店、ピッツェリアトレパッソ。でもとっても人気なので、下手すると2時間待ちという時もあるそうなんです。頑張って待てるという方、ぜひ一度行ってみてください。阿蘇の大自然いかがでしたでしょうか。いやもう本当にですね、雄大すぎる、絶景の連続でしたよね。いやもう本当に天気も良くて、暑かったんですけれども、素晴らしい景色を楽しむことができました。あとね、やっぱり自然の驚異、猛威というのもね感じることができる阿蘇の山、そういったものもね感じることができました。いや阿蘇さん、もっとねまだまだ見るスポット、楽しめるスポットがいろいろありますので、またね時間をかけてゆっくりと遊びに行きたいと思います。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。